はい、始まりました。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。とにかく FF をやっていきます。はい。FF がもう勢いがすごいんで。まあそうですね。はい、もう FF はバルダーズゲートと等しいです。まあもう伝説のクリーチャーてんこ盛りですからね、この。すごいいっぱいありますからね。はい。無限に FF できるということで。もう本当逃走者にとってはね、めっちゃありがたい存在というか。ということで今回はライオンさんに、やってきてもらいました。はい。第3のザ・エメトセルクになります。はい。能力を説明させていただきます。はい。ディミーヤ4マナ34、であなたの墓地から呪文を唱えるためのコストが2少なくなります。はい。フラッシュバックとかってことですか？まあそうですね、一応。はい。で1人以上の対戦相手がライフを失うたび、あなたの墓地にありインスタントやソーサリーであるカード1枚を対象とします。はい、あなたはそれを唱えてもいいと、失うたびですね、相手が。そうなります。はい。で唱えてもよくて、その呪文があなたの墓地に置かれるなら代わりにそれを追放する。まあ再利用はできちゃまずいですかね。なるほど。でこれは毎回1回しか行えないと。でライフを失ってれば誰かが、墓地から1回使えますよっていう効果になってますかね。まあそうなんですよ。はい。でこれ下のルールに関して、結構大事なルールが1個ありまして、実はなんかある。これリリースノートを実は確認したんですけど、まあもうちょっと読み上げちゃいます。第3のザ・エメトセルクの2つ目の能力がまだスタックの、スタックにある間に対象とするカードを唱えるかどうかを選ぶ。後で唱えるために取っておくことはできない。どういうことですか？なんで誰かが失った瞬間に、その瞬間唱えるかどうかしかできないっていうこと。なるほど、そうなんですか？なるほど。だからその後取っといて、後から何か相手の対応して打つみたいなことはできない。ソーサリーはどうするんですか？で、大事なルールがもう一個あって、その続きなんですけど、カードのカードタイプに基づくタイミングの制限は無視する。ってことはソーサリーをインスタントで唱えるってこと？そういうことです。どういうこと？なんで相手のターンに相手がライフを初めて失ったタイミングにその瞬間墓地のカードを1個使えるっていう能力なんですよ。ってことは瞬足で使えるってことですか？まあ実質的にはそう。すごっそうすごいカードなんですよ。すごっの代わりに、その瞬間に打つかどうかしかできない。なるほど。なので、ドロソとかを一旦、これ唱えるように、だからフラッシュバック付与するみたいな、瞬傷とかそうじゃないですか、っていう感じじゃなくて、どちらかというと青ハルクみたいな感じで打ったらその瞬間に墓地から唱える。なるほど。っていうテキスト。しかもまだ払わなきゃいけないんですよね。これはちゃんと払わなきゃいけない。代わりにでも2少なくなるんで。かなりでも相手のターンにライフが相手を失うっていうのは青黒だとそんなに盤面としてないじゃないですか。だからまあちょっと難しいんじゃないかっていうことですよね。まあこれ結構むずいと思います、正直。なんか構築も結構なんか難航してて、まあ実際なんか組んでみたら思ったのと違えてなる可能性もあるんですけれども、まあ現時点での構築の方針っていうのを紹介させていただければと思います。まず能力の説明はここら辺でいいですか？はい、大丈夫です。早速アリーナの画面に行きますか。まあちょっと難しいテキストなんですけど、でまずこのデッキはインスタントソーサリー軸のデッキにはなるでしょうと。でまあ呪文なんですけど、長方形のドロソをまず積んだ方がいいかなと思ってます。墓地を肥やしたいと。なんでまあこう両とか、まあさっき発見発散みたいな長方にワンドローとか。あと、まあ、変則的なドローソーなんですけど、これ墓地から唱えられる7枚ドロー。なるほどなるほど。なんでこれ墓地から唱えるコストが減る能力って別に自分の能力で墓地から唱える時だけじゃないので。なるほどなるほどなるほど。確かに確かに。なんでこれ記憶の方は一応4マナで打てる形になります。なるほどなるほどなるほど。っていうので、まあ一応ドロソの紹介。ツイスターですよね、これは。ツイスターです。ツイスターですよね。でまあ暗記も普通に強いんで、まあ強いぐらいなんで。暗記は確かトップかボトムじゃないか、2枚目です。2枚目。
2枚目に送るっていうのは、逃走者では結構有益になってくるんですよね。まあそうですね。なんで、まあ普通に強めのカードぐらいで、まあ相性もいいので一応入れてもいいかなと。なるほど。で、まあそれ以外にも青黒なんてドロソなんていっぱいあるんで、まあ自由に進んでくださいと。なるほどなるほど。で、大事なのが、こう今アリーナの画面だとこれしかちょっと紹介できないんですけど、まあ報復のワンドってこれ何するカードかっていうと、タップで1点飛ばせるっていう。ああ、ティム。そう。で、青にティムが結構いるんですよ。いますねいますねいますね。はい。で、あと認定とか、みたいな感じでこの時とにかくティム出すんですよ。なるほど。はい。で、そうするといつでも唱えられるようになると。で、ティムを出して、エメットセルク出して何するかっていうと、もうここから最悪なデッキ紹介なんですけど。最悪なんですか？やめてください。ちょっと最悪なデッキやめてくださいよ。だからラス打ちまくるとか除去しまくるとか。いやここにあるのが、ここに揃っておりまするのが、青、不特定マナ2のカウンターたち。ああ、カウンターすんの？そうなんで、俺はいつでも墓地からカウンター打てるんだぞっていうのを言い続けると。で、そうすると、これ墓地にこれらが落ちて、ティムがアクティベートできる状態だと、相手って仕掛けるのができなくなるんですよ。確かに確かに。でもヘイトかなり高いですよ。そう、ヘイトはかなり高いんですけど、もう、エメットセルクに無限に除去が飛んでくる可能性はあるんですけど。ありますよ。まあ、それはまあ一旦置いといて。で、そこで、ただ1個、ここでトークがあるんですよ、実は。トークある。先ほどのところで重要なのが、相手のライフが減ったら、その瞬間に唱えるかどうか選ぶんですよ、エメットセルク。なるほど。っていうことは、何かっていうと、攻撃して相手のライフ減ると、僕カウンター打てなくなるんでって言えるんですよ、これ。どういうことですか？ちょっと待ってください。攻撃しました。攻撃しました。相手のライフが減ります。その瞬間に僕、何か呪文唱えるかどうかを選ぶ瞬間が来るんですよ。で、ターン1制限なんで。面白い。そう、その瞬間に、僕がもうカウンター打てる権利はなくなったんで、どうぞっていうトークが生まれるんで。ターン1だからってことなんですね。そう。でも、僕のライフが減った分には、それ解除されないので。なるほど。他の国言ってくれってことか。何か通したい呪文があるんだったら、他のところ殴ってからだったら、僕墓地からカウンターは打てないんで、っていうトークはできるんですよ。なるほど、面白いですね。そう。まあ、そこを頑張る。なるほど、なるほど。そう。僕は、僕の害があるような、で、僕に攻撃してきて、僕が害をなすようなカードを使ってくるんだったら、墓地からカウンター打ちますけど、相手のところ行ってもらって、その後に唱える呪文はちょっと僕関与できないですね、みたいな。なるほど、面白いですね。で、いうことで、なんとかヘイトを分散するっていう。なるほど、いいですね。はい。で、まあ、ここはもう本当に、もう同じようなカードばっかです。打ち消しを入れるんですよ。で、まあ、思考の石なんかは別に普通に打っても強いんで、まあ、こういうカードとかも入れてもいいですし、まあ、もう本当に、あとはね、これなんかワンドローがついてるおまけが。僕のおすすめは、この、旋風のごとき否定なんですよ。これいいっすよね。これいいですよね。これ、確かストーンを打ち消せるんですよね。そうなんですよね。で、能力も打ち消せる。そう、これ、能力も打ち消せて、ストーンも打ち消せる、かなり優秀なんですよ、これ。実は。そう、これ結構ね、強い。このカード結構、逃走者でも再録何回もされてて、逃走者でも有名なカードなんですよね。まあ、っていう感じですと。で、まあ、もうカウンターがあるってことは除去もあるんですけど、除去は先ほど言った通り、これエンチャント除去類で除去なんですけど、実は。まあ、それは置いといて、ソーサリーの除去も別にインスタントタイミングで打てるんですよ、確かに打てますね。そう、だから別に、カードタイプ関係なしに、ソーサリーのね、除去とか、毒濁とかも一応打てるっていう、まあこんな感じのカードが一応使えちゃうっていう。なるほど、面白いですね。そう、なんか変なカード使えるんですよ、こういう。これなんすかこれ3マナでただの除去なんですけど、それの次のターン、自分の場に戻ってくるっていう。で、そのターンの終了にまた消えるっていう。なんだこれ。そう、こういう変な、これダスクモン。このカードいいっすね。そう、これ強いんで。このカードなんかちょっと気になるな。これリミテで打たれて結構嫌な思いをしました。俺のフィニッシャーパクられたんだけど、みたいな。めっちゃいいっすね、これ。そう、すごいカードなんで。で、まあこういう、まあだからよくわかんない除去とかも一応進めちゃうという。もうこれとか覚えてますみたいな。覚えてますかね。なんだろうな、これなんだっけな。除去もできるし、まあリアにもできるし、なんか、まあハンデルスもできるけど、みたいな、なんかそんな感じの。キッカーで払ってもワンチャンいいかもしれないみたいな。これ、マナコスト安くなってるんで、キッカーで離れる可能性ありますよね。まあ、ある。ありますよね。
っていうまあ感じですと。でまああと全除去関連はヤヘンニの講義が強いっすね。なんすかこれ。これ講義シリーズ。マイナス3マイナス3修正で手札から3以下の呪文1個唱えられる。おでこれインスタントタイミングで打てるの強くないですかみたいな。なるほどなるほどなるほど。講義シリーズの黒を初めて知りましたね。そう講義シリーズの黒です。なるほど。でマイナス3マイナス3修正ギリギリあれに入んないんでエム勢力。なるほどね。なるほど。3、4なんで。ならない。なるほど。そうなんでいいかなっていう。水滅だと死んじゃうんで。であとススの石これもエム勢力ギリギリ入るね。3個スイカ。3個スイカね結構ねいますよね。そういますよ。トークンとかも消えるから。まあいいでしょうっていう。でもうこれ最後の手段最後の手段その1って感じだけどこの滅びとかでもいいかなみたいな。実際あれですよ4とかで組むんだったら多分タイムウォーク系積んだ方が本当はいいんだろうなとは思いつつ。タイムウォークタイムウォークっていうかいや追加単系あれも別に墓地から2軽減で打てるんで。なるほどね。墓地から2軽減で打てますね。確かにそうでも追加ターン 1,2 枚だったら別に入っててもいいんじゃないですかね。でもあんま追加ターン連続でやってもしょうがないんでも追加ターンしても何もでも起きないですからね。そうこのデッキずっと構えてるだけなんでやってることどうやって勝つのか気になりますね。これどうやって勝つので最終的に勝ち手段は今考えてるのが2種類あって1種類はこの甘美な忘却ってカードがあるんですけどこれ4枚切削して脱出4で墓地から唱えられるんですよ。なるほど。でメダリオンとか一応いるんで、1コストで打ってるようになれば、ひたすらこれを打ち続けて自分に打つんですか。そう自分に打ち続けることで自分のデッキどんどん削れていくじゃないですか。なるほど確かに。で構えながら自分の墓地削って最終的にジェイス出して勝てねえかなみたいなであと最悪ドレッドリターンとか入れてマニアックなるほどねみたいな墓地から釣るカードリアニメイトでマニアック釣ってきてゾロして勝ちみたいなことも狙えますと。で狙いますというか狙えねえかなって思ってる。なるほどね。そうタッサズオラクル別に入れていいんだったら全然入れますけどっていう感じですね一応。このデッキだったら別に入れてもそんなに関係ないです。寿司握るこれで寿司握っておけますけどね。握ってもいいからそう本当にそう。いけますけどね。でも寿司握るデッキでこんなワンドとか入れるならマジで何すんだよこれっていう感じなんですけど。一応ブラケットは3ですもんね。一応3寿司握るのはちょっとさすがにねみたいな感じ。やってることはだいぶなんか何やってんねこいつみたいなだってここら辺ほとんどアンコモンだからねコモンからアンコモンのなんかカウンターとコモンからアンコモンかあとよくわかんないレアの除去を入れてるだけのデッキなんで確かにこれ勝ち筋がミルなんですね。ミルかあとはエムリーで一応変なコンボ変なコンボデッキ好きっすもんね。好きっすエムリーアドゲンでもあるんでカジュアルでもコンボをしようとしますからね。好きやらば多分ねこれエムリーのコンボって考えてるんだけどなんかよくろくなことが起きないコンボしかない僕は基本的にはチューハッティ中心の考え方なんでチューハッティが1個も入ってねえなと思って。今ねこのデッキにはねクリーチャーねほとんどいないんですよクリーチャーティムしかいないっていう大丈夫なのかなと思って。多分ねヘイトの高さでね無理な気がするんだけどもうだからここで頑張るしかないんだよさっきのトークで普通に殴られたら負けですよこれ。多分殴られたらめっちゃもろい終わってるそこら辺は。殴るだけで結構もろいなと思ってなんかそこはね青黒で頑張るデッキっす。いやかなりトークが難しいですね。これトーク試されますよ。青黒ってトークでめっちゃむずいんだよね正直。打ち消しと除去構えてるから信じられないじゃないですか。本当にそう信じられないですよ。僕は青黒のデッキ普通に握ってますけど似たような感じの構築やってるんですけどむずい本当にむずい。めちゃくちゃ丁寧に適切にトークして頑張ればワンチャンあるかもぐらいの。そうなんでこれを組んだからにはかなり覚悟してくださいみたいなはいデッキにはなります感じになりますかね。はいそうですね。そんな感じで今回は一応最後に逃走者を出しますけどエメットセルクやってきましたんで FF 高評価がなんと80いくと
リスト公開が復活しました。はい。はい。もうリストの時にはなんか3分の1ぐらいのカードが入ってない可能性がそう、今ちょっとね、いろいろ獲得してるんでまあ、よかったら、はい、これを参考にやってみてはいかがですかということで、うん。FF 盛り上がっていきましょう。はい。じゃあ、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。お願いします。あと、メンバーシップやってるんでお願いします。お願いします。そういえば一応やってましたね。今回の動画は以上になります。おしまい。